皆さん、こんにちは。スティーブ的視点のスティーブと言います。語にては語に従え。この言葉、はことわざですよね。このことわざは昔教えられたんですよね。英語でも When in Rome, do as the Romans do というふうに訳されます。この言葉は昔から知っている言葉なんですが、日本では外国人で初めてとなって、やっとその言葉の意味が、より意味があるなっていうことを感じるようになりましたよね。それはもう90年代。まだ、日本語を片言しか喋れない。自分は日本に興味があって、日本にいて。他の動画ではそのストーリーなどもあるんで、よかったらぜひ、ご覧にいただきたいと思うんですが、外国人はあまりその時は日本にいないところ。アメリカ人、ヨーロッパ人、白人であることが、やっぱり誰から、見てもわかることなんだけど、外国人としてやっぱり日本でやること、日本でやらないこと、日本人みたいにやろうとすること、日本並みに、日本風に、日本語で頑張ろうとすることで、もうすべてで評価されることが、ある。ですよね。ありますよね。例えば言葉できなくても海外から来た人なんで、もうそれでも日本のマナーなどを覚えようとする。日本人と同じように働こうとする外国人と。逆に、もちろんどの国でも、アメリカでもそうだし、日本でもそうだ、どの国でもそうなんだけど、外国から来た、別に俺は外国人だから、関係ないよって、こっちのルールは。俺たちはこういう風に慣れてるから、こういうやり方をするからって。いや、もうそれは日本ではダメだよって。言ったら関係ないと思ってる外国人もいますよね。ただ、私は言いたいことは、みんな一人一人、外国人、どこの国に行ってるか、その外国人という扱い。もちろん日本からアメリカに来られた日本人も、その時外国人になるんだけれども、自分一人一人は、その国、自分の国の大使みたいな立場になることが私はいつも思ってました。というのは、あまり他に周りに、外国人のいない日本にいるスティーブ、埼玉にそれだったんだけど、やっぱり見られて自分はやることはよく見られたりしていた。食べ方、お箸の使い方、喋り方、マナーの仕方、挨拶の仕方、などなど。マナーとかもそうですよね。ただ一人のスティーブかもしれないんだけど、外国人はこうだっていうのはね、アメリカ人はみんなこうだなとかって、逆に例えば日本から来られた日本人が、たった一人ね、1億2000万人の国の、たった一人の人でも、日本の全てって言い過ぎかもしれないんだけど、日本人という印象、イメージを背負って持ってくるんで、変なことやったら日本人はみんなそうなんじゃないかというふうに思われるようになる恐れもあります。ありますよね。特に知らない日本人との関わりのないアメリカ人とかだったら、その一人が日本人はみんなそうなんだとなってしまうと、ね、ということも残念なケースもあると思います。自分はもちろん日本で外国人として、失敗たくさんありました。バカなことしたこともやっぱり、バカなことしてそういう、バカなことをやりましたね。それもありましたが、失敗は成功のもとということわざですか。それも教えられて意味がある。失敗すると先にやっていけない。ただそのアプローチもあるんですよね。この人は外国人だからってなったっていう風に許されるかもしれないんだけど、その後の動き、その後同じような失敗はしないように、その後その国のマナーとかよりよく覚えてやっていけるようにとかって、その動力。日本にいたたった一人の外国人、アメリカ人、スティーブとしていつも今でもいい印象を与えたい、残したい。そして自分の周りのこのチャンネルを見る外国人、日本にもうすでに行かれてる外国人もそうだし、これから日本に行きたい、日本大好きな外国人にも
日本のマナー、日本の礼儀、日本の正しいやり方、いろんなシチュエーションではあるんで、それはちゃんと覚えていかないと。ただ言って片言の日本語喋れるからそれで十分じゃなくて、逆にアメリカに来て片言の英語喋れるからって、それ、やっぱり語にては語に従え。なるべくこう言ったら、目立たないより、変な意味では目立つよりも、いい意味では目立ちましょう。自分の国の代表として目立ちましょう。あの外国人はすごい日本のマナーをこうね、もうバッチリに日本語できる。日本のマナーとか日本人と同じようにこうやろうとしている。アメリカ人がやっぱりアメリカ人はすごいいいなって。そうなると自分も大使館じゃないんだけど、国からお金もらえるものじゃないんだけど、なんか嬉しいんだよね。逆に失敗してみんな外国人が同じように同じ扱いされるっていうのもう嫌だから、それなるべくないように、いつも頑張って今でも動画配信をしながらなるべくそういう印象をいい印象を残したいなと思ってます。いろんなシチュエーション考えられますよね。一つは例えば外国にいて自分は言葉できなくても、あまりマナーとかに詳しくなくても、礼儀は礼儀あるね、世界共通の礼儀というのもあるんです。日本で電車、乗ることが多いと思います。外国人も特に東京の地下鉄とか、電車乗ったりするんで、それにシルバー席、その優先席というのはあります。アメリカでも多分他の国でもその老人とか、体の不自由の方のための席とかがあって、言葉できなくても自分は上がって手で言ってどうぞってどうぞと言えない、プリーズでも通じるので、それ譲ること。どんだけの本当にいい印象残るのか。外国人だからこそ正直に周りから本当に目を見て、言葉ではサンキューとかって、もちろんその方々から来るかもしれない。いや、いいです。それは日本人のまたマナーの中にある、譲ること上がって、どうぞっていうのは本当によりよく見られる、評価される、この外国人とみんなにもいい印象も残るんだよね。いいことですよね。これ笑顔になること、嫌なニュース、嫌な外国のコーダーだとか外国人のコーダーだとかのいろんな暗い嫌なニュースの中ではいいことはどちらかといえば多いような気がします。日本好き、日本愛をする外国人、アメリカ愛をする日本人、外国人もいっぱいいると私は信じています。ただ一人一人の頭の中でやっぱり海外に行くと自分の国の印象のすべてなんていうの、背負って言ってるっていうことを頭の中に入れて言った方がお互いにウィンウィンのもうダブルサムズアップのことですよね。これスティーブ的点はそういうイメージです。サムズアップ、ポジティブ、日々前進、前向きにね、目を開いていろいろ見てね、失敗してもいいから、その失敗から今度また頑張っていってその国のすべて言葉だけじゃなくてマナー、礼儀、習慣などを覚えていけばより楽しい海外生活、海外旅行、海外とのやりとり、だけでもすごい楽しくできると思います。それは本当にみんなの違いなんていうのかな、いいこといっぱいありますよね。勉強になること、楽しく覚えられること、初めてしたこととかって、そこは楽しいんじゃないですか。でもオープンにね、合わせ語に行っては語に従え。言ったらその国の人たちと同じようにやっていきましょう。よりよくサムズアップ多分評価、されると思いますので、よろしくお願いします。本日のトークはいかがでしたか。またこういうふうにこういうトーク、日米比較などなど、比較じゃなくても日米のためにちょっとだけでもプラスになるようなトークならぜひ、楽しく、やらせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、次回までチャンネル登録と stevepov.jp このオフィシャルウェブサイトにパーカーとステッカーとキーチェーンなどなどもいっぱいあります。日本国内の送料無料ですので、よろしければ stevepov.jp で、チェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。失礼します。